本日セミナーに参加されまして、拓進武道ですね、ここの中で行われた技術、考え方、その精神性のところを踏まえて、上原さんの警察の警備、特殊警棒を使われたその観点から見て、ちょっと感想を教えてください。はい、今日探訪の訓練ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。私は警視庁の警察官として40年近く勤務してですね、今もOB になっているんですけれども、警察の中でもですね、この警察官は、特殊警棒という制服警察官が持っているのと、私服警察官もほぼ同様の警棒を持っております。すなわちこの探訪というものがですね、いかにこの、刃物を持っている人間、もしくは日本刀を持っている人間なんかに、対峙するときにですね、有効かっていうことがですね、もうこれは歴史的にも認められている。探訪が間合いを取るというのが、非常に重要で、なかなか都市対都市だけではですね、なんか難しいかなというふうに感じております。また世界を見てみても、これだけ銃社会が広がっている世界の警察官でも、やはりこの探訪というのがほとんどの国でですね採用しておりまして、探訪警棒を使っての制圧方法、間合いの取り方、等をですね勉強、そして訓練をしているという状況がありまして、今日そう思うとですね、確かに空手というと、都市というのが基本だと思いますけれども、刃物を向けられた時にこのような探訪も使えるっていう、こういった技術をですね勉強することは非常に私は有効だと思って、今日の稽古に大変身が入りました。ありがとうございました。こちらこそお疲れ様でした。私が少し、読んだことがあるんですけど、確かかどうか分かりませんけれども、昔はアメリカの警察官は、沖縄からというトンファー型の警棒を持ってたらしいんですけど、最近はトンファー型ではない日本が持ってるような特殊警棒に変わってきてるっていう、探訪のような形になってきてるっていうのを何かで読んだことがあるんですね。で、僕はそのトンファーという武具は有効だと思うんですけれども、やはりその探訪というものですね。で、これはやはり日本の剣術家が、の剣術の利合をうまく活用してやってる部分があると思っていまして、トンファーも有効ではありますけれども、実は探訪というのは非常に活用の幅の広いものであるというふうに思っています。で、また我々は普段は都市で突き切りを使って相手の攻撃を制圧したりする訓練をしてるんですけれども、やはりどうしても体力がなくなったり、体力が勝る相手と、あるいは武器を持っている相手と戦った時に、都市ではどうしても対抗できないじゃないですか。その時に、小さな武器、小型武器を携えることによって殺傷力が上がりますから、かなり防衛力、対抗力が上がると思ってるんですよ。だからそういうことからして、僕はその小型武器の双方とその都市の武器のその訓練というのはもう両輪だなと思っております。で、これを今最近は私の道場では拓進武道という名前をつけて、組手法だけは画面ありのロゴをつけてやってます。これが皆さんにできるようになって浸透してきたので、あとそこにちょっとソフトな探訪を今開発中ですけれども使って、その制圧の仕方を訓練すれば、もう十分その武器術の訓練になるんではないかなと、安全に皆さんが身につけられるんじゃないかなと思ってるんですけど、上原さんなんかは実際そういう大砲術とか警棒術というのがもうやられてたんですよね。僕はやったことないんですけど、どうでしょうか。警察学校でもやりますし、その後警察署に配属された後もですね、大砲術の稽古というのはずっと行われています。その中でやはりこの、警棒を模したですね、比較的ソフトな警棒、竹刀のようなものと、あと柔らかいものがあるんですが、それはケースバイケースで使うんですけれども、実際に戦ってみたり制圧してみたり、そういうことでですね、訓練をします。剣道の利合からこう来てますから、剣道の先生が教えてくれると、そういう流れになってますね。そうですね。やはりそうだと思うんですが、剣の利合を使わないと、やはりその探訪というのも武器を
制することはできないと思います。はい、そういうことで私もそういうのをまだまだ未熟ながら、60を超えてそんなことを研究してるんですけれども、ぜひまたアドバイスをいただいたりして一緒にですね、そういう都市ぶどうを発展させた、新しいぶどうというところがありますけれども、今日も冒頭に大山先生の臓器秘伝教育主義空手の話をさせていただきましたけれども、60年前極真空手ができる前の大山先生の空手っていうのはまさしく今日我々がやったような対武器を想定した武術としての空手なんですね。でこの原点を見失って単なる競技、勝ち負けだけに肯定するようなものであってはいけないと、空手であってはいけないというのが僕の考えなんですよ。でかといって武術といって何もその切った張ったを想定しているわけじゃないんですけれども、やはりその武術のその一歩間違えれば自分が死に至るというようなやはり覚悟とそういう意識で稽古する訓練でなければ、稽古するのでなければ武道にはならないんじゃないかなっていう、単純にそう思っています。まだまだ今日は触りですけれども、そういう都市空間の武術と合わせて小型武器を使った反棒、反棒までありますけども、ステーキとかそういうのも含めて、使って武器に対して身を守る、そういったことをシニアをまず初めにやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。非常に興味深い稽古でありがとうございました。ありがとうございました。